こんにちは。今回は簡単な繰り返し模様を紹介します。こちらは波太の糸で編みました。そしてこちらは極太の糸で編んでいます。どちらも指定されたかぎ針の号数よりは2号から3号ぐらい大きめなかぎ針でゆったりとした編み地になっています。今回はこちらの方の波太の糸を使って編み方を説明します。今回の編み図は作り目の鎖編みを10目作ります。1段目は中長編みを編みます。最初は作り目の鎖編みを編みます。針に糸をかけてくるりと回し、糸をかけて引き出します。ここから10目の鎖編みを編みます。かぎ針の奥まで糸を入れて少しゆったりとした鎖編みを10目編みます。10目の鎖編みを編みました。次の1段目は中長編みですから、立ち上がりの鎖編みを2目編みます。中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編んで、次は中長編みです。針に糸をかけて、ここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に針を入れます。ここの裏山です。1、2、3、4個目の鎖編みに針を入れて、糸をかけて少し長めに引き出します。鎖編み2目分ぐらい長く引き出して、針にかかっている糸をすべて引き抜いて、中長編みを編みました。次も中長編みです。1段目はすべて中長編みを編みます。次の鎖編みの裏山に中長編みを編みます。針に糸をかけて、次の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて引き出します。少し長めに糸を引き出して、糸をかけて、すべての糸を引き抜いて、中長編みを編みました。この編み方を続けます。次も鎖編みの裏山を拾って、ここに中長編みを編みます。中長編みはあまりきつく編まないで、ふんわりと編んでください。今回は波太の糸を7号のかぎ針でふんわりと編んでいます。鎖編みの裏山に中長編みを編んでいきます。ここが最後のところです。1段目の最後に中長編みを編んで、これで1段目ができました。次の2段目は中長編みを編んだところから立ち上がりの鎖編みは1目だけ編みます。そして中長編みと中長編みの間に中長編みを編みます。1段目の中長編みと中長編みの間に中長編みで、最後は鎖編みと中長編みの間です。2段目は立ち上がりの鎖編みを1目だけ編みます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。
次に中長編みを編むのは、中長編みの目を拾って編むのではなくて、中長編みと中長編みの間のところです。中長編みを編んだ間のところです。ここに針を入れて中長編みを編みます。次の中長編みと中長編みの間に中長編みを編んでいきます。この間に中長編みを編みます。針に糸をかけて目を拾うのではなく、その下の中長編みの足と足の間のところです。針に糸をかけて中長編みの間のところに針を入れ、糸をかけて引き出します。少し長めに糸を引き出して、糸をかけて3本の糸を一度に引き抜きます。これが今回の編み方です。中長編みと中長編みの足のところです。目を拾わずに、その下に針を入れて、ここに中長編みを編みます。目を拾わずに、その下の足の部分の間のところです。ここに針を入れて中長編みを拾いますので、編み地が少し厚めな編み地になります。これを2段目は続けます。中長編みと中長編みの間のところに中長編みを編んでいきます。目を拾わないので、慣れてくると編みやすいと思います。すべて中長編みと中長編みの間のところに中長編みを編んでいきます。このような編み地になります。そして最後は中長編みと最初に編んだ立ち上がりの鎖編み2目のその間のところです。鎖編みと中長編みの間のところに、ここに中長編みを編みます。これで2段目ができました。次の3段目も立ち上がりの鎖編み1目です。中長編みと中長編みの間に中長編みを編むのは同じですが、最後は鎖編み1目と中長編みの間のところに中長編みを編みます。4段目以降は3段目と同じ編み方を続けます。次は3段目です。3段目からは立ち上がりの鎖編み1目です。編み地を裏返して、次も中長編みと中長編みの間のところに中長編みを編んでいきます。中長編みの間のところに中長編みを編んでいきます。このように中長編みの目を拾わずに、その下にある中長編みと中長編みの間のところに中長編みを編み入れますので、編み地が少し厚手のある編み地になります。そして目を拾わないので、早く編めるようになると思います。中長編みと中長編みの間に中長編みを編んでいきます。次も中長編みの間に中長編みを編みます。そして最後のところは中長編みと
鎖編み1目です。これが中長編みの頭です。そしてその下のところに針を入れて、鎖編みと中長編みの間が少し小さいですが、ここです。ここに中長編みを1目編みます。鎖編み1目と中長編みの間のところに中長編みを1目編みます。あとはこの編み方を同じように編んでください。中長編みの簡単な繰り返し模様を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。